この人に私興味を持ったかっていうと、なんかこうハーブを勉強していろんな男性のハーバリストの、ことをこう学んでいくんですけど、私のこの信念の美味しいっていうのは当時なんか私が言ってることは邪道なのかなって思ってた時期があって、ヒルデガルトのレシピってすごくきちんと患者さんというか具合が悪い人のことをちゃんと考えているレシピだなっていうのを見てこう、愛を感じるというか。喫茶養生記という本を英才は残すんですけども、黒豆と多分加わって想像するだけでも美味しいだろうなって思うんですよね。体調が悪い時ってなかなか食欲湧かないかったりしますよね。だからそういった患者さんが美味しいって健康のために重要だなっていうのを改めて気づかされた。次はハーブの歴史について、歴史上の人物で私が、好きな人物2人を、ヒルデガルトとエーサについてちょっとお話をしていきたいと思います。私のまず信念は体にいいものは美味しいで、美味しい簡単なレシピを作りたいっていうことをね念頭に置いてるんですけども、その体にいいものは美味しいっていうところの、だからそのレシピを伝えたいって思っていたこの自分の信念を、この2人の、人物を知ることによってさらにこの道を進めていきたいと思った2人っていうことで紹介します。で、ちょっとそもそもなんですが、ハーブっていつぐらいから使われてるのって思って、多分人が誕生した時から使ってるんじゃないかなと思いますが、ね、記録としては、紀元前からの記録があります。でシナモンとかクローブがねミイラの保存に使われていたりとかで、それから当時の粘土板を見ると治療に使われていたり食料庫に保存されていたりみたいな、そういった記録も残っています。でハーブの歴史上の人物っていうと、ヒルデガルトとエーサイの前に多分最初、勉強された方はディオスコリデスとそれからガレノスとかそういった方たちの名前を多分習っているかなと思います。大変重要な人物ですね。ディオスコリデスは、紀元1世紀頃に、トルコで生まれて古代ローマで活躍した医師であり植物学者です。で、この人軍医だったんですね。なので、非常にいろんなところにいろんな地方に行ったりすることがあって、そこでいろんな植物とか、動物とか鉱物とかを調査することができて、600種類以上の植物、ね、を中心に薬物史というものをまとめています。でこれどうしてこんなに重要な人かっていうと、このディオスコリデスが作った薬物史が16世紀頃までもう薬のバイブルとしていろんな人が受け継いでシャボンっていって編纂しながら、受け継がれていくものになっていきます。でそれからもう一人、ガレノス、この人は紀元2世紀頃の人で、ギリシャの医師になります。で、この人もディオスコリデスのシャボンを作った一人とされていますが、治療には500種類以上のハーブについてそれぞれの症状に応じたさまざまな製剤使い方ですね、どういうふうな形状で使うかっていうところまでを、生み出して後世にで長く用いられたものです。でちょっと余談になりますけど、ガレノスはいろんな本で調べていくうちに、かなり野心家というか、性格もちょっとすごい方だったんだなっていうのを、いろんなところで読みながら、思っています。解剖学も切り開いた人で、血液とか神経とかにもついて示した人で研究執筆をしていたことも知られています。興味がある方がいらしたら読んでみると
こうやって解剖学もともとスタートしたんだなって、私はちょっと読んでる間に気持ち悪くなってちょっと途中で夜読めないなって思ったぐらいの本もあったりするんですけども、いろんな人がこうハーブもちろんこの植物についても非常に研究した医師ではありますが、そんな風にちょっと見ながら歴史を紐解いても面白いかなと思いました。ではちょっと本題に行きますね。はい、では、1人目紹介した人なんですけども、ね、名前は聞いたことあるかもしれませんが、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンという方で、ヒルデガルトっていうふうに呼ばれます。1098年に、生まれた人です。この人女性ですね。この人すごくいろんな顔を持ってる人で、聖職者でありながら音楽家でもありながら医師でもありながらみたいな、詩人でもあったりとかで、このヒルデガルトは宗教音楽を作って、人で、今でも教会やあと今でもねApple Music とかにも入っていますね、ヒルデガルトの曲ね。そこ言っていいか分かんないですけど、すいません。ヒルデガルトの曲今でも聴くことができます。でそのぐらいいろんな才能を持った方で、政治に対しても当時ね女性が政治に口を出すって多分すごく、難しい時代だったと思いますけど、書簡というか手紙をね作っていろんな有能な有力者の方に自分の意見をちゃんと伝えるような人でもあったとされています。だからなかなか強い女性ですね。はい、すみません、ドイツの人ですね。ドイツ人ですね。はい、だから世に知られた最初の、ドイツ人の博物学者ともされています。でここでなんでこの人に私興味を持ったかっていうと、なんかハーブを勉強していろんな男性のハーバリストの、ことを学んでいくんですけど、私のこの信念の美味しいっていうのは当時なんか私が言ってることは邪道なのかなって思ってた時期があって、やっぱり美味しいを歌い続けてるとなんかこれはちゃんとしたものじゃないっていうか思われてるんじゃないかとかあったんですよね。でもこの人のレシピ、このヒルデガルトのレシピってすごくきちんと患者さんというか具合が悪い人のことをちゃんと考えているレシピだなっていうのを見て愛を感じるというかっていうふうに思いました。で治療でありながら料理の風味付けであったり、例えばハーブパウダーをパンとかそれからワインに入れたりとかで、インゲンの豆粉にスパイスを合わせてクッキーのようなものを作ったりとか、スープやあとチーズねなどもチーズなども活用しています。スープにねチーズを入れたりとか、チーズってすごくうまみ成分が高いんですけどもね。で食事と一緒に日々取り入れて健康のためには可能な限り美味しく食べれるように工夫されたレシピであったと伺われます。当時もちろん食材は今に比べるとだいぶ乏しいと思いますし、でも自分でも例えば体調が悪い時ってなかなか食欲湧かないかったりしますよね。だからそういった患者さんが少しでも体力をつけて食事を取れるようにっていうことも、その植物ハーブそのものの効能ももちろんそうですけども、そこをきちんと考えられて作られたレシピがたくさんあるっていうふうに、見受けられたところが、私はそこの、私もやっぱり美味しいって健康のために重要だなっていうのを改めて気づかされた、人です。で2人目ですね。英才明暗英才多分歴史上の人物とか日本史でもね出てくる人ですよね。平安時代から鎌倉時代にの僧侶の方で、日本って多分教科書出てくるとしたら仏教ですね、臨済宗を日本に持ってきた伝えた人として多分習うことが多いかなと思いますが、もう一つね重要なことをしています。でそれが、お茶を、大陸から日本に伝えた人です。でそれ緑茶の木とお茶ですね、緑茶ですね、緑茶の木と、もう一つ実はさっき出てきた他の前回の講座でも出てきたマルベリーと呼んでいた桑の葉、この2つを伝えた人になります。
で喫茶養生記という本を、英才はバネに残すんですけども、緑茶の効能だったり、それから栽培とか摘み取りの方法がまとめられています。でそれと長寿を得られるものとして緑茶のことを書いています。でまた桑についても、効能と利用法について書かれています。で一つは当時飲水病、現在の糖尿病にあたりますが、これも、のために、桑のお茶を飲むといいということが書かれていたり、ここには利用法っていうかレシピのようなものが書いてあるんですけども、桑の若い枝とか、それから葉っぱ実なども使っているんですけども、例えば桑がゆっていうのがありました。で桑の、若い枝を煮込んで作って、その、出た出汁みたいなものにお米を入れて、あと、黒豆を一緒に煮て作ってるんですけど、黒豆と桑の枝を一緒に煮込んで、そこにお米を後から入れて桑がゆっていうのを作ったりしてるんですけども、その他にもなんか枕に入れたらいい夢が見れるみたいなの書いてあったりするんですけど、ハーブティーのおかゆってもうこんな時代にあったんだって実は思うんですね。なのでこんないろんな使い方をもうこの時代に考えられていて、しかも黒豆と多分加わって想像するだけでも美味しいだろうなって思うんですよね。だからこれはこのままハーブお茶漬けじゃないけどハーブがゆハーブ茶漬けを続けていこうって思ったレシピに出会った時でしたね。なんか私はやっぱりその料理が好きっていうのもあって、結局このヒルデガルトのレシピと、それから英才のレシピに心を打たれるっていうかですけど、なんかレシピってすごく人となりが出るっていうか、その人がどれだけ一生懸命考えて作られたっていうのがやっぱりレシピ見るとすごくわかるんですよね。なのでなんかその歴史ってその事実を学ぶというのもあるんですけど、この人ってこんな風にして考えてこういう使い方を考えたんだなっていうのを見ていくっていうのがすごく面白くて、自分のためになっていく。でなんかそのハーブってすごく普遍的なもので、その1,000年経っても2,000年経っても同じハーブを私たち使ってたりするんですけど、ヒルデガルトのレシピって結構今でも使うハーブがたくさんあるんですよね。だからその頃で美味しさって、さっきその普遍的なものって言ったらもう一つあって、人の味覚ってそんなに多分時代が変わっても変わっていないんだなっていうのがあって、昔の人が美味しいと思ったのを本当に美味しいものは今でも美味しいっていうか、もちろんね調味料とかの種類も少ないので味気ないものは多いかもって感じるものもあるかもとは思うんですけど、なんかその美味しさの元っていうのは一緒なのかなって思ったりしました。だから苦くないと体に効かない苦くて体にいいものもちろんあるけど、苦くないと体に効かないっていうことではないと思うし、だからなんか特定の病気で重症な病気があって、その人を治すのはやっぱお医者さんの仕事だと思うけど、このハーブ料理を美味しいものを広めることによって広く浅く多くの人のもしかしたら幸福度だったりとか健康に少し影響ができるのかなっていうふうに思いますね。